私はこういうプレゼンテーション英語でもしたことないのに、なぜか今日深いこと、世界観について日本語で話すことにした。頑張る。私は典型的なアメリカの田舎者です。大学まで本当の魚と米は一回も食べたことがなかった。初めて飛行機に乗ったのは大学を卒業した後です。だから23歳の時、日本に来て全然日本のことを知らんかったです。しかも日本語を勉強する気は全くなかった。彼氏は日本語勉強せんといけんやんって言ったんだけど、私、いや、日本に住むことだけでなんとかなるさって言った。日本に来て4ヶ月経った頃に、ホームステイ先から自分のマンションに引っ越すことになった。日本に住んでるから日本人っぽく洗剤を買って引っ越しの挨拶しに行こうかなと思った。隣にトントンしたら中から声が聞こえてきた。誰ですか？うわ、しまった。一生懸命その大事なフレーズつまらないものですがを練習したけど、こういう質問に答えられなかったな。しばらく考えた後、外人ですって答えた。笑いながら出てきてくれて洗剤を渡した後、彼氏の家に戻ってすぐ英語の neighbor という単語を調べた。多分その日初めてやっぱり日本語勉強せんといけんなと思った。その時の自分はこんな感じだった。日本のフレームをかけてたけど何も見えてなかったです。けどその日から一生懸命日本語を勉強し始めた。2005年に日本語能力試験の1級を取った。よし、言葉のレンズが入ったぞ。少し日本のことが見えてきた。同時に日本の文化に馴染もうとした。子供を3人とも日本の産婦人科で産んだし、日本の学に行かせた。そして日本について本も書いた。よし、日本について本書いたから専門家になった場合、文化のレンズも入れましょう。言葉と文化のレンズはしっかり入ってるから日本のすべてが見えてると思った。けど実は1年半くらい前にあまり見えてないことに気づいた。その時親友のマキコさんに出会った。彼女と私の違いはマジ半端ない。マキコは、仏教を信じている京都人。私はキリスト教を信じているアメリカの田舎者。共通点が全くないけど、なんとかそれを乗り越えてすごく仲いい友達になった。なのによく文化のことでぶつかった。育児とか食事。どうして私は日本の文化を知るはずがこんなにマキコとぶつかるとってすごく不思議に思った。でもある日その答えが来た。マキコは一生懸命キリスト教を勉強し始めた。なぜかというと、私が大好きだから、私が大事にしていることを知りたくてたまらんかったからです。一緒に教会に行ったり、図書館から本を借りたり、必死に勉強した。すごく嬉しかったけど、ある日人生を変えられるようなことに気づいた。私は同じような心がなかったです。私はマキコが大事にしていること全然興味がなかった。深く反省して決心した。それから一緒に神社と寺に行ったり、夜中まで日本の歴史について話したりした。けど私の人生に一番大きなインパクトがあったのは、一緒に料理をするようになったことです。私はどんだけ料理が嫌いだったって誰もが知ってる。もう有名。だから昔からの友達に私料理習ってるぞって言ったら、みんな本当に気絶しそうになった。正直私はあんまり興味がなかった。マキコは料理が大好きだったから一緒にやりたかっただけです。でも少しずつできるようになって、で去年初めて味噌汁を作れるようになった。ウケるやろ。16年間日本に住んでるけど、去年までは味噌汁は作れなかった。そのインスタントのやつはずっと飲みよった。で料理をしながら日本の食文化について深く話してた。その会話を通してすごく大事なことを気づいた。今まで日本の文化の表面しか見えてなかったです。その深いところ、理解しづらいところとか納得いかないところ、それ全然理解しようとしなかったです。でもね、それは一番大事なところ。それは日本の心。それは日本の世界観です。で、世界観って一体何やろう。
あんまり日常生活に出てくるような単語じゃなかろう。多分この部屋に人生に一回も世界観に行ったことない人がいるかもしれない。じゃあ皆さん一緒に言いましょうか。せーの。はい。人生に一回言ったことがある。簡単に言うと、世界観とは人間がどういう目でこの世界を見るかということです。人間の行動と価値観、そして国の文化は全部世界観から来ている。でももしかしたら文化と世界観の違いがあんまりわからないと思っている人がいるかもしれないから、もっと説明します。家に例えると、文化はその家の見える部分、屋根、壁、家具とか。でもその下には見えない土台があります。それは世界観。この世界観の土台がないと家を建てることができません。もう一つの例を挙げましょう。日本人は赤ちゃんと一緒に寝る習慣がある。それは文化。でもなぜ赤ちゃんと一緒に寝ると、なんでアメリカ人は一緒に寝ないと、それは世界観。その世界観のなぜがわからないと文化の何を理解することができません。私気づいたのは今までのメガネのかけ方が間違いとった。ここは言葉と文化じゃなくて、ここに言葉も文化も入っている。で、左目に入れなきゃいけない。で、このレンズは世界観。で、世界観のレンズを右に入れなきゃいけない。世界観のレンズが入ってないと全て見えることができません。じゃあ食べ物の話に戻りましょう。去年の5月に友達と一緒に運動会に行った。でそこで私はおにぎり3分の1ぐらい残した。まあ食べた方がいいって分かったけど、でもまあいらんからまあいいやんと思ったけど、友達は相当嫌な顔してた。で家に戻った後、その残されたおにぎりについて1時間の Facebook のやり取りしてたよ。1時間でこういうこと言われた。あんちゃん、罪悪感ないの？食べ物を大事にしないの？もうすごい不思議に思った。なんでこのおにぎりについてこういう重い話になってると意味がわからないと思った。けどね、その意味がわからなかったのは日本の食文化の世界観が理解できなかったからです。じゃあ、いただきますという単語を考えましょう。食べる前にいただきます言うのは日本の文化。それは私分かってた。けど、なぜいただきます言うの？それは日本の世界観で、それずっと分からんかったから、いただきますを Let's eat 食べましょうっていうふうに訳した。でも考えて、いただきますは Let's eat じゃなかろう？いただきますは命をいただきます。命を捧げてくれた動物と植物にありがとうという気持ちを表す表現です。でもそれだけじゃなくて、食べ物を作った人、取った人、運んだ人、そして調理してくれた人に感謝の気持ちを表す。つまり食べ物のプロセスの最初の段階から自分の食卓に乗るまで、みんなの協力で、みんなの努力で食べる権利があるぞ、大事にしなきゃいけないよ、おにぎり残したらダメよっていうことは全部いただきますの意味に入ってる。でそれは私ずっとわからんかったから正直に言うと、食べ物を大事にする人間じゃなかった。適当に買って適当に作って適当に捨てたけど変わった。私は日本人との世界観が同じじゃないけど、食べ物を大事にするのはどんな世界観でもどんな考えでもいいことだと思います。でこれを思うようになったら食べ物との関係が変わった。今まで好き嫌いが半端なかったあんちゃんは何でも食べるようになった。今まで魚が大嫌いだった私はさばけるようになった場合で、今まで味噌汁さえ作らなかった私は去年おせち料理作れた。すごかろう？でも一番素晴らしいことは25年間戦ってきた摂食障害を克服した。なぜこの1年間だけでこんなに成長ができたと？日本の世界観を理解しようとする心が生まれたからです。皆さんに言いたいことがある。もしかしたら外国語を勉強しているかもしれない。もしかしたら海外に行く機会があるかもしれない。
言葉と文化を理解することだけで満足しないでください。そういう深いところ、世界観を理解しようとしたら人生は豊かになります。けどね、日本から出なくてもいいんですよ。自分の周りに世界観と考え方が違う人に囲まれている。上司、友達、同僚、お母さん、奥さん、子供。働いている人は自分の上司の考え方を理解しようとしてますか？旦那さんは奥さんが大事にしていることが分かりますか？それか考え方が違いすぎるから理解せずに諦めてしまうんですか？私はこのプレゼンテーションを準備している間にすごくショッキングなことに気づいた。私は日本の世界観を一生懸命理解しようとしたけど、自分の反抗中の娘を理解しようと全然しなかったです。彼女が大事にしていることに全然興味がなかった。改めて反省して決心した。これから彼女が大事にしていることを理解しようとする。そしてもっと時間過ごしてあげたり、話を聞いてあげたりする。あなたの周りに同じような人がいるかどうか考えてみてください。人間は成長するためにこういう反省するような心がすごく大事です。私の好きな言葉はエリック・バーンさんの名言。他人と過去を変えられないけど自分と将来を変えられる。この言葉を考えながら成長を求めてお互いを理解しようとする人間になりましょう。ありがとうございます。